今日はいつもと違ったアングルからお届けしてます。ブンブンカワカワ文化です。私がプロッター沼に入ってから2年経ちました。去年プロッター沼に入って1年経過した時にもプロッター沼1年みたいな感じの動画アップしたんですけれども、今年もプロッター沼に入って2年経過した感想とかいろいろとお話ししていこうと思います。よければ最後までご視聴ください。まず去年のプロッター沼1年の動画の時は持っているプロッターのレザーバインダーの数は全部で9冊でした。そこからさらに1年、プロッター歴2年になった私のレザーバインダーの数なんですけれども、現在21冊プロッターのレザーバインダーを持ってます。この1年で12冊のレザーバインダーが新たに加わってます。こんな感じで相変わらず順調にレザーバインダーが増えてます。去年の9冊であれば、いろいろと紹介できたんですけれども、さすがに21冊ってなると、紹介するだけでそれなりの尺を使ってしまいますし、大変なので、今回はその動画で1冊ずつ紹介するっていうのは割愛させていただきます。私が運営しているブログの方に今持っているプロッターのレザーバインダーをまとめてます。どんなレザーバインダーを持っているのか、そちらで見ていただいたり、あとはたまに購入したレザーバインダーまとめて紹介する動画とかも作ってますので、そういうので見ていただければと思います。だいたい1月から6月、それから7月から12月で購入したレザーバインダーを紹介する動画とか作ってますので、そういったものも良ければ見ていただければと思います。皆さん何か大人になってから夢中になっていることとかありますか？私はですね、この大人になってから何か一つのことにのめり込んだっていう経験がないんですよね。もちろんいろんなことやってみようかなとかって思って挑戦するけれども、でもそんなに長くは続かないとか、スローペースでやってるみたいな、そんな感じだったりするんですけれども、大人になってからこれだけ何かにのめり込んだっていう経験がほとんどなくって、私自身が実はプロッター沼にハマったことに一番驚いてます。1年続くっていうのは割とあるけれども、じゃあそこから2年目ってなった時に、このレザーバインダーですよ、飽きないかなみたいな、私はそろそろ飽きが来るんじゃないかなみたいな、そんな不安とかそんな気持ちがあったんですよ、少なからず。でも実はこのプロッター沼にハマって1年目の時は、身近なものとかをどんどんプロッターに変えていくっていうことで割と一生懸命でした。1年目から2年目になった時に、ある程度のものはだいたいプロッターで揃えられてきた。で、このタイミングぐらいでそろそろ私はプロッターに飽きが来るんじゃないかなみたいな、そんな風に思ってたんですよ。でも実は飽きなかったんですよね。飽きずにプロッター沼3年目に突入しました。プロッター沼に入った時はもう何でもかんでも全部プロッターにしたいみたいな、そういう気持ちがあったんですけれども、2年目に突入した時にですね、やっぱりこの11ミリリングの壁っていうのにぶち当たりまして、どうしてもプロッターだけじゃ対応できないなっていう部分があったんですよね。なのでもうそういったところはちょっと今は諦めて、トラベラーズノート、例えばトラベラーズノートだったり、あとはフラクトちゃんですよね。ちょっと大きめのリングのフラクトちゃんにお願いしたりとか、そんな感じでもちろんプロッター一本化っていう憧れはあるんですけれども、ちょっとまだ難しい部分は違うものに頼るみたいな感じをしつつも、でも気づいたらプロッター21冊も持ってました。お迎えしたトラベラーズノートはトラベラーズノートでもちろん使ってますし、好き。フラクトちゃんももちろん好きだし使ってるけれども、やっぱり私はプロッターが好きですね。トラベラーズノートもフラクトにもそれぞれいいところとかたくさんあって好きなんですけれども、やっぱりプロッター触ってる時がとにかく楽しいし落ち着くし、家みたいな、そんな感じなんですよね。すごく心地いい感じがあります。なんでそう感じるのかなって分解していくと、やっぱりこのシンプルさですよね。シンプルな感じが性に合ってるし、あと私もともとノート分冊派なんですよね。システム手帳を使う前のノート時代も一応これはなんとかよ、これはなんとかよみたいな感じでノートを分けてたタイプの人間です。プロッターが薄いんですよね。なので分冊しやすいんですよ。一度は一つの方に集約するっていう方針を採用しようと思ってノート分冊派を卒業しようと思ったんですけれども、やっぱり無理だったんですよね。システム手帳デビューするにあたって一冊に集約をしようみたいな、ノート分冊派は卒業しようと
思ってシステム手帳に挑んだんですけれども、玉砕しまして、でプロッターに出会ったわけなんですけれども、プロッターってこの11ミリのリングですよ。どのサイズを使っても11ミリのリングです。大きかろうが小さかろうが11ミリリングっていうサイズで統一されてます。これがたくさんは挟めないっていう部分でもあるんですけれども、ノート分冊派の私にはやっぱりハマったんですよね。今だって日記書いて仕事用の手帳があって、エイジング記録があって、書写ノートがあってとか、とにかくいろいろと分冊してます。そんな感じで楽しく使わせていただいてます。プロッターの1年目の時からそうだったんですけれども、プロッターってレザーバインダーなんですよね。システム手帳の企画をした革製のバインダーなんですよね。なのでプロッターが出してるリフィルもやっぱり紙物が多くて、システム手帳みたいな感じで使ってる方とっても多いんですけれども、私はシステム手帳として使う部分もあれば、ツールみたいな感じの使い方をしていることもあります。全然手帳の機能を果たしてない。例えばね、これなんて通帳ケースですし、もう全然手帳の機能を果たしてないような子もいます。これもカードケースですし、とにかくプロッターに挟めて使いやすければ OK みたいな、そういうルールのもと、ツールだったり手帳だったり、ノートだったりいろんな使い方をしています。私は YouTube で自分のプロッターの紹介とかしてますけど、手帳以外の使い方を紹介した時にみたいな感じのお声とかをいただくことがあるんですよ、稀に。でも私はそういうのは正直気にしません。ここにプロッターの5大コンセプトみたいなのが書かれてるんですけれども、クリエイティブなことをする人のサポートツールみたいな感じのブランドなんですよね。なので、例えばこれをシステム手帳として使って当たり前だとか、そういうほにゃららして当たり前、ほにゃららしなければいけないみたいな、いろんな固定概念みたいなものとかは全部取っ払って自由に使えばいいと思うんですよね。だからプロッターが出す商品はシステム手帳系のアイテムとかが多いですけれども、だからといってシステム手帳として使わなきゃいけないとか言えばそんなことはないし、それ以外の使い方をしちゃいけないものでもないです。だから自分がプロッターにこれ挟みたいなと思ったら挟んでみればいいし、ちょっと難しそうだなと思った時に工夫してなんとか挟めるように考えるとか、こういった使い方がしたいなと思ったらそういった使い方をできるように工夫するとか、私はそういう方が楽しいなみたいな、そんな感じなんですよね。もちろんそれが例えばリンクにめちゃくちゃ負荷がかかるとかで壊しちゃうとかだったら、それはちょっと考え直した方がいいかもしれないんですけれども、とにかく何でもいいんですよ。自分がプロッターをこういう風に使いたいんだと思って決めて、実際にそれをやって使っていくとか、こういうレザーバインダーですね。レザーバインダーを使ってどうやって自分らしく使っていくかみたいな、そういったブランドだと思うんですよね。だからプロッターをシステム手帳として使っていないやり方ってどうなのみたいな、そういった感じとか、そういったそういった固定概念は私の中ではないです。これからプロッター沼3期目に入りまして、またレザーバインダーが増えていくと思います。これから第3シーズンを過ごしていくんですけれども、今後もやっぱりありとあらゆる場所でプロッター使いたいなと思ったら使います。で、それが必ずしもシステム手帳みたいな使い方とは限らないと思います。なので全然ツールとして使っていくとか、そういった可能性も秘めています。プロッター沼2年経つと私の頭の中って常にこれはプロッターに合うかなどうかなみたいな、そういう尺度が常に頭の中にあるんですよ。いろんな商品をお店とかで見てても、これはプロッターにいけるかないけないかなとか、これは例えば M5 スクエアに良さそうだなとか、これは例えばアラスカさんに似合いそうだなとか、そういう自分の持ってるプロッターに合う合わない、合うかな合わないかなみたいな、そういうのを常に考えてたりするんですよね。そんな感じの脳みそになっちゃったので、常にあらゆる場面でプロッターを使えたらいいなと思ってます。今後もそういう感じで考えていくと思います。相変わらずプロッターばっかりの動画開けてますが、飽きずに見ていただけると嬉しいです。そして年末の振り返りぐらいの時にもお話ししたかもしれないんですけれども、この沼歴1年の動画から、それからこの2年の動画の間ですね、この1年って結構いろいろと成長があったというか、学びがあったというか、結構刺激的な1年でした。チャンネルの収益化もして、いろんな方からコメントとかもいただくようになったり、私の動画見てプロッター沼にはまりました、プロッターに興味持ちましたって言ってくださる方がたくさん増えた1年でもあったんですよね。あとはプロッターに興味のある方、プロッターが好きな方と結構出会えた1年でした。
私の場合は一人で動画撮って一人で編集して一人でアップしてみたいな感じで、一人で YouTube 運営しているんですけれども、なんかプロッター好きの方とかとそういう同じなんかねプロッター好きの方からコメントとかいただいたりして、なんか一人じゃないんだなみたいな感じで、なんか YouTube やるのもちょっと楽しくなった、そんな感じの1年です。プロッターって去年5周年をお迎えしたんですよ。それに対して私は今プロッター沼歴2年経過したところってことで、プロッターの歴史の半分にも関わってはないんですけれども、そんな人間なんですけれども、実は私が YouTube でこうプロッターのことを話し始めた時って全然プロッターの情報なかったんですよ。本当にたまにプロッターの動画があるかなぐらいだったんですよね。私はプロッター1冊目手に取って、でそこからもうあれよあれよという間にハマってしまったんですけれども、こんなにいい商品なのになみたいな感じで、私がじゃあプロッターいっぱい動画出してやるみたいな感じで、やり始めたんですけれども、こんなに魅力的な商品なのにまだみんなプロッターのことそんなに知らないのか、とにかくプロッターについていっぱい情報を発信しようみたいな、そんな感じで意気込んでやってたわけですけれども、プロッターって文房具の中ではニッチな方ですよね。もっと有名どころの文房具とかいろいろあるじゃないですか。同じノート手帳系でいくとロルバーンがあったり、トラベラーズノートがあったり、ほぼ日があったりとか、いろいろと有名どころがあるんですけれども、それでもこう私がプロッターの情報を発信してて、でプロッターに興味を持ってくれたとか、プロッター買いましたとか言ってくれると、やっぱすっごい励みになります。嬉しいです。本当ありがとうございます。約2年プロッターに関する情報をねたくさん発信してきたんですけれども、おそらく3年目も普通にプロッターに関する情報をたくさん発信していくことになると思います。去年1年間は本当にとにかくプロッター興味持ちました、好きになりましたみたいな、そういうコメントとか非常に多かったんですけれども、ここ最近ですね、プロッターに関する質問とかも結構いただくようになってきてます。それだけ皆さんプロッター購入について検討されているとか、使っていく中での悩みとかもあったりするのかなと思います。もちろん質問してくださった方には個別回答もするんですけれども、皆さんの役に立ちそうな情報とかは随時動画として共有できればいいなと思います。うちのチャンネルを見たらプロッターのこと結構いろいろわかるよみたいなね、そういうねチャンネルにねどんどんできたらいいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。そう、最近いろんなコメントとかいただくじゃないですか。で、いろいろとプロッターって定番で買えるアイテムもたくさんあるんですけれども、限定も毎年たくさん出るんですよね。ポップアップ限定、イベント限定、店舗限定とか、いろいろと限定があるわけなんですけれども、限定のものとかをですね追っかけて買っていくとですね、なかなか定番の革にたどり着けないっていう問題がございまして、私持ってる21冊の中でも定番のアイテムってめちゃくちゃ少ないんですよね。もちろん限定のレザーバインダーの開封を楽しみにしてくださってる方もたくさんいるんですけれども、実際に皆さんが店舗で購入する時のバインダーっていうのはやっぱ定番のアイテムじゃないですか。なのでもうちょっとね定番の革もですね手元にね揃えたいなみたいな、いろんな質問とかいただいた時とかにこう回答する時とかにやっぱ実物こうお見せしていろいろ喋ったりとかしたいじゃないですか。なのでなんかもうちょっとその定番側を今年はというか、時間をかけてですけども、ちょっとずつ定番側の方も、手持ちを揃えたいなって、そんな風に思ってきましたね。限定のやつね、可愛いのがめちゃくちゃたくさん出るんですよ。そして可愛いっていう感じで、ついそっちを優先しちゃうんですけれどもね、定番の方のね、紹介とかもね、していけたらいいななんて、そんな風に思ってます。プロッターの取扱店に行くと、レザーバインダーのサンプルずらーって並んでるんですけれども、あんな感じで一式欲しいですよね。なんかその辺とかめちゃくちゃ憧れます。こんな私で良ければっていう感じにはなってしまうんですけれども、何かプロッターのこととかで気になることとか聞いてみたいこととか、なんかリクエストでもいいんですけれども、何かあれば随時、動画のコメント欄からコメントいただければと思います。私も日々プロッターのいろんな使い方とか模索してますけれども、プロッター使ってるユーザーさん皆さんもいろいろとこう使い方を工夫されてたりとかやられてるのかなと思うんですよね。いつかプロッターのそういうなんか使い方とかをいろいろ研究したり、研究っていうのも変ですけれども模索したりする、なんかこうねいいコミュニティみたいなね、なんでしょうね、オンラインサロンとまではいかないかもしれないんですけれども、常日頃のこの私の YouTube チャンネルって私から一方的に発信して皆さんに見ていただいているような感じじゃないですか。
プロッター好き同士とかの交流の場じゃないけれどもスペースみたいな、なんかね、オンラインサロンっていうのかな、なんていうのかな、なんかそういう場が作れたらいいなみたいな、そういうふうには思います。どうやってそれをね実現するかとかがね分かんないところだったりするので悩みどころなんですけれども、何かいい案とか力貸していただけると嬉しいです。私いつもメインチャンネルの動画撮る前に一応ノートとかにある程度こんな感じのこと話すぞみたいな書いてるんですよ。で今回も一応この沼歴2年っていう感じのタイトルでいろいろと書いたんですよ。普段はですね、この英語のリフィルメモパッドに1、2ページ書くだけなんですけれども、今回ですね、この沼歴2年の動画を作るにあたって、なんかいろいろ書き出してたら4ページぐらいになっちゃったんですよね。で、しかもまとまらない、文章がまとまらないっていうことで、そろそろ動画作んなきゃなっていう感じで、なんか勢いで撮影している部分もあって、話も全然まとまってないと思うんですけれども、まとめると、プロタ相変わらず好きですよ。だから3年目も楽しく使いたいなっていうふうに思ってるっていう、そういうことですね。私がプロッター沼にハマって、割とすぐに京都でポップアップが開催されたんですよ。今だったら開催されます。京都ですって言ったら行きますってなるんですけれども、その時はちょっと京都か、みたいな感じで諦めたんですよね。踏みとどまれるぐらいの沼感だったんですよ。それがですね、このプロタ沼に長いこと使ってるとですね、去年の今頃は名古屋でポップアップが開催されたんですよ。ちょうどこの M5 スクエアが初めて並んだ時なんですけれども、もうこの時はですね、名古屋でポップアップやります、行きますっていう感じで勢いで行きました。京都で開催されてから名古屋のポップアップ開催されるまでの間に2、3回ポップアップ開催されてて、で、参加してるんですけれども、プロッターのポップアップ参加すると本当に楽しいんですよ。このレザーバインダーそのものとかの素晴らしさももちろん知ってるんですけれども、ポップアップの楽しさも知っちゃったんですよね。そうなるとですね、這いつくばってでもプロッターのポップアップに行きたいんですよ。本当だったらこの3月って花粉だからあんまり出かけたくないなとか、そういう感じで結構予定断ったりするんですけれども、名古屋まで行っちゃったし、去年は夏に1日だけ東京で暑い中ポップアップ開催されたんですよ。あの日もですね、実はもう午後から外せない予定があったんですよ。ね、普段だったらポップアップの日は丸1日予定絶対開けるって感じで開けてるんですけれども、もう1日しかないし、でもその日は午後からどうしても外せない予定があるみたいな、そんな感じで、私ポップアップ行けるかなどうかなみたいな感じだったんですけれども、本当に自分が出なきゃいけない時間までに入場できるかなどうかなみたいな、そういう戦いもあったんですけれども、なんとかしてプロッターのポップアップに入り込んで、で、楽しんだりとか、あとは、で、去年の12月にプロッター5周年のポップアップがあったんですよね。あの時もなんか引っ越しのいろいろバタバタの中でポップアップに行って、プロッターの方といろいろお話しして楽しんできたりとか、いろいろとプロッターのポップアップに行くといろんな楽しさがあるんですよ。プロッターのポップアップ関連の動画とかもアップしてるんですけれども、もっとね、プロッターのポップアップの楽しさとかもね、伝えていけたらいいなと思ってます。そんな感じでですね、飽きるかと思ったら飽きずに、あっという間に2年経っちゃって、そして3年目に突入しましたというわけでございます。そんな感じでですね、気づいたらプロッター沼歴3年目に突入しました。プロッターというブランド自体はもう5年も前からありますし、私よりも前からプロッターのことを知ってる方とかもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、全然全然古参じゃないといけないとかそういったこともなくて、プロッターデビューって全然いつからでもできますので、興味もあった方はぜひオンラインショップ覗く、店頭に行って見に行ってみるとか、ポップアップに行ってみるとか、いろいろと楽しんでみてもらえればと思います。私の動画も見ていただけると嬉しいです。ということで、沼歴シーズン3の突入ですが、今後ともよろしくお願いします。では今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。